それは19世紀のある日、ドイツの片田舎で起こりました。一人の男が現れ、自分はラクサリアという地球とは異なる場所から来たと語り始めたのです。彼の名はジョファー・ボリン。持っていた地図はどの国のものとも一致せず、言語も未知のものでした。私の故郷では、時間と空間の感覚が異なると彼は主張しましたが、その真偽は現在も謎に包まれたままです。皆さんこんにちは。未知の仮説やミステリーの真理を探求するチャンネル、もしもの世界へタイムジャンプへようこそ。このチャンネルでは、巷で噂のもしもの説、未解明の謎、もしもの世界の可能性を深掘りする動画をお届けしています。面白そうと心揺さぶられたそこのあなたは、ぜひ忘れないうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。ジョファー・ボリンの証言は、奇妙な物語に思えるかもしれませんが、科学はさらに深い謎を提示しています。暗黒物質、重力の弱さ、そして私たちが時折感じるデジャブ。これらがすべて別次元の地球を示唆しているとしたらどうでしょうか？この動画では、その謎を科学と証言の両面から解き明かしていきます。あなたも一緒に多次元宇宙の扉を開いてみませんか？多次元宇宙理論。私たちの住む宇宙は一つの泡のようなものかもしれません。その周りには私たちの知らない無数の泡、つまり別の宇宙が存在している可能性があります。この多次元宇宙の概念は科学が示す最も興味深い仮説の一つです。科学者たちはビッグバンの直後に宇宙が急激に膨張したインフレーション理論を提唱しています。この理論によれば、宇宙は膨張の過程で分裂し、無数の宇宙が生まれた可能性があります。それぞれの宇宙は異なる物理法則や現実を持っているかもしれません。さらに、ブレーンワールド仮説では、私たちの宇宙は高次元空間に浮かぶ膜、つまりブレーンに過ぎないとされています。この膜の近くに別の膜が存在し、そこに別次元の地球がある可能性が示唆されています。この考え方が正しいとすれば、私たちは知らず知らずのうちに別次元の影響を受けているかもしれません。では、なぜ多次元宇宙の存在が科学者の間で注目されているのでしょうか？その理由は、現在の物理学では説明できない現象が多すぎるからです。例えば、重力の極端な弱さ、電磁気力や核力に比べて、重力は非常に弱い力ですが、その理由はまだ解明されていません。一説では、重力が別次元に漏れているためではないかと考えられています。また、宇宙全体の 95% を占めるとされる暗黒物質や暗黒エネルギーの正体も未解明です。これらが別次元の影響によるものだとしたらどうでしょうか？私たちが住む宇宙だけでなく、隣接する別の次元にも別の地球が存在している可能性が浮かび上がります。この仮説は、科学者たちの研究を進化させ、私たちの世界観を大きく変えつつあります。これまでの科学が明らかにしてきた多次元宇宙の可能性。その中に私たちの知らない地球が存在しているかもしれません。次の章では、この謎をさらに深掘りし、具体的な手がかりを探っていきます。別の地球を示唆する手がかり。宇宙には解明されていない多くの謎が存在します。まず注目すべきは暗黒物質と暗黒エネルギーの存在です。これらは宇宙全体の 95% を占めると言われていますが、その正体は未だに分かっていません。暗黒物質は直接観測されていませんが、重力の影響からその存在が推定されています。一部の科学者は、
この暗黒物質が別次元の存在と関係している可能性を指摘しています。例えば、別次元の地球が持つ物理現象が、私たちの宇宙に影響を及ぼしていると考えられるのです。暗黒物質が、私たちの宇宙を超えた存在から漏れ出ている影響だとしたら、その裏にはどのような世界が広がっているのでしょうか。次に重力の弱さです。電磁気力や核力と比べると、重力は非常に弱い力です。その理由は、現在の物理学では完全に説明できていません。一つの仮説として、重力が別次元に漏れ出しているという考え方があります。別次元に存在する何かが、私たちの宇宙と干渉しているのかもしれません。重力が漏れ出ている先には、別次元の地球のような存在があり、それが私たちの宇宙に影響を与えている可能性があります。もしこの仮説が正しければ、私たちが感じる重力は、別の地球の存在を示している間接的な証拠と言えるかもしれません。また、奇妙な現象として有名なバミューダトライアングルはどうでしょうか。この場所では、船や飛行機が原因不明で消失する事件が数多く報告されています。一部の仮説では、ここが時空の歪みや別次元への入り口ではないかと考えられています。例えば、別次元の重力や磁場の影響によって、私たちの現実に干渉が起こり、一時的に物理的なズレが生じている可能性があります。この現象は科学的に解明されていないため、あくまで仮説の一つに過ぎませんが、未解明の現象が別次元と関係しているとしたら、別次元の地球が私たちのすぐ隣に存在しているのかもしれません。最後に、デジャブの感覚について考えてみましょう。デジャブとは、この場面をどこかで見た気がするという感覚のことです。科学的には、脳の記憶プロセスの誤作動だと説明されています。しかし、別の仮説では、これが別次元の地球にいるもう一人の自分の記憶とのリンクだと考えられています。もし私たちの脳が一瞬だけ別次元と接触しているとしたら、デジャブが単なる錯覚ではなく、別次元からのメッセージだとしたらどうでしょうか。暗黒物質、重力の弱さ、バミューダトライアングル、そしてデジャブ。これらの謎を考えると、別次元の存在を示唆するヒントが見えてきます。そして、その次元に別の地球が存在する可能性は否定できません。次の章では、さらに具体的な別次元の証言を探り、私たちが知らない世界の可能性を深く考えていきます。別次元から来たとされる証言。時折、私たちの現実とは異なる世界の存在を示唆する奇妙な証言が報告されます。19世紀に現れたジョファー・ボリンの話や、タイムスリップの体験、デジャブのような現象。これらは、別次元の地球が存在する可能性を示しているのでしょうか。19世紀、ヨーロッパに現れたジョファー・ボリンという名の男は、自分がラクサリアという異次元の地球から来たと主張しました。彼の話す言語は未知のものであり、彼が示した地図も現実の地図には存在しないものでした。ラクサリアでは、時間の進み方や文化が私たちとは違うと彼は語りましたが、証拠が乏しいため、多くの人は彼の話を信じることができませんでした。それでも、この話が興味深いのは、別次元に似て非なる地球が存在するという可能性を強く想起させる点です。仮にこの話が真実だったとしたら、別次元にいる人々は私たちとどのように異なり、どのように似ているのでしょうか。タイムスリップとされる体験談もまた、別次元の存在を示唆する興味深い証言の一つです。1970年代、
アメリカのある男性は、現実とは少し異なる街を訪れたと主張しました。そこでは建物の形や街のレイアウトが現実と似ているものの、微妙に異なっていたといいます。また、街中を歩く人々の服装や話し方も、どこか現代のものとは異なっていたと語られました。この体験は数分後に終わり、彼が元の町に戻った時には、その異なる町の痕跡は何も残されていませんでした。このような話は、証拠が乏しく、信じるかどうかは個人の判断に委ねられますが、これが別次元の地球を垣間見た瞬間だったとしたらどうでしょうか。デジャブもまた、別次元との接触を示している可能性がある現象の一つです。この感覚は、特定の場所や場面に遭遇したとき、ここに来たことがある気がするという強い既視感を伴います。科学的には、記憶の混乱や脳内の誤作動と説明されていますが、一部の研究者は、これが別次元の自分とのつながりだと考えています。例えば、別次元の地球での出来事が、私たちの脳に断片的に届くことがあるのではないかという仮説です。もしこの仮説が正しいとすれば、デジャブはただの錯覚ではなく、私たちが別次元の地球と接触している証拠かもしれません。あなたが感じたデジャブの瞬間、別の地球の記憶が一瞬だけ現実に垣間見えた可能性を考えるとどうでしょう。ジョファー・ボリンの証言、タイムスリップの体験談、そしてデジャブ。これらの現象は、科学的にはまだ解明されていませんが、いずれも別次元の地球の存在を示唆する可能性を秘めています。暗黒物質や重力の謎、バミューダトライアングルの奇妙な現象、そしてジョファー・ボリンの証言やタイムスリップ、デジャブ。これらの手がかりを総合すると、多次元宇宙に別の地球が潜んでいる可能性が高いと考えられないでしょうか。これまで見てきた科学的な手がかりと奇妙な証言の数々。これらを無視することはできません。多次元宇宙の理論は、私たちの宇宙だけでなく、他の無数の宇宙が存在する可能性を示唆しています。そして、その中には私たちと似た地球が存在するかもしれないのです。また、重力や暗黒物質の未解明の現象も、別次元の地球が私たちの世界に影響を及ぼしている可能性を支持しています。そして、人々が語る奇妙な体験や証言は、そのヒントを与えてくれるものかもしれません。あなたはこれらの謎をどう解釈しますか？別次元の地球はただの夢物語でしょうか？それとも科学が解き明かすべき次なるフロンティアでしょうか？私たちの隣にもう一つの地球が存在する可能性。この壮大な謎に科学は少しずつ近づいているのかもしれません。ぜひあなたの考えや感想、そして不思議な体験談をコメント欄でシェアしてみてください。次回ももしもの世界を考え、さらに驚きの世界の可能性を探る物語をお届けします。この動画が面白かった、役に立った、次の動画も見たいと思っていただいた方は、次回も見逃さないようにチャンネル登録ボタンと高評価ボタン、そしてベルマークをIRワンタップでポチッと押してください。今後も動画を作り続けるには、共に謎を探求する視聴者の皆さんのご協力が不可欠です。何卒よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。